5月26日に行われた長崎ベルカ対琉球ゴールデンキングスのハイライト動画のコメントを紹介します。今日ほど長崎県民であることを幸せに思った日はない。本当にありがとうベルカ。私たちの誇りよ。イヒーホンジュンの38分出場やばすぎるだろ。しかも速攻で常に全力ダッシュとか交換しかないわ。馬場は正直今日本人で一番チームに欲しい選手。ディフェンスえぐいのはもちろんオフェンスでも3の確率高いし、要所でのジャンプシュートとかダンクもすごい。馬場は今が全盛期かもしれない。이현준 선수 응원하려고 나가사키 베르카 경기 맨날 봤는데 바바 선수 팬도 되었음. ESL 벌써 기대돼. 私に言われなくてもすでに知っているとは思うのですが、イヒョンジュン選手も素晴らしい選手です。常に全力でチームを勝ちに導こうとする志。交換しかないです。流れが傾きかけたところで、流れを渡さなかった馬場雄大が本当にさすがすぎた。3試合ともめちゃくちゃ楽しかった。これ見てるとレバンが出てほしいなと思ってたけど、多分ディフェンス強度高すぎて何もできずに終わる未来が見えちゃったな。長崎さんマジですごいわ。琉球さんもさすがのディフェンスでした。本当にこんな圧倒的バケモンチームを結成して、やっと琉球撃破。この5年 B リーグのラスボスに君臨し続けるの、本当にかっこよかった。そんで長崎はマジで強すぎた。最高のファイナルをありがとう。イヒヨンジュンとジョンソンとババはマジ神。琉球はとてもいいチームだった。ファイナルに値する試合でとても良かった。それぞれにストーリーがあって感動しました。長崎優勝おめでとう。狩俣選手お疲れ様。ワーゼムさ、琉球ブースターとして悔しいけど、間違いなく沖縄県民の誇りです。長崎優勝おめでとう。今シーズンを楽しませてくれてありがとう。ヒョンジュンは置いといてマジでババいい選手だな。ディフェンスうまい日本人でから松脇白浜とかいるけど、それとは比べ物にならないくらいディフェンスが硬い琉球ブースターだけど、25の26のベルカは B リーグ史上最高の完成度だと思う。おめでとう。誰だよそいつ。胃のことをヒョンジュン呼びはガチ草。でも本人公認の呼び方にヒョンジュンを極限まで希釈させた H とかあるから、ヒョンジュン呼び結構いるけどな。なんなら胃の方が珍しいやろ。이현준 보려고 본 결승전 3경기였는데 바바 유다이 이 선수의 매료되었다. 진짜 미친 선수. 이현준과 같이 공동 MVP 줘도 문제없다고 생각한다. 나가사키 팬들 정말 축하하고 멋진 농구였어. 정말 행복했다. キングス1年間楽しませてくれてありがとう。また来年戻ってこよう。そして長崎、狩俣優勝おめでとう。 B リーグ創設時には存在してなかったチームが優勝するってマジですごいことだよな。石本選手、B リーグを盛り上げてくれてありがとう。10年前の B リーグ開幕戦に出場して、今日の B リーグ最終戦にも出てるって本当にすごい。馬場がこのシリーズずっと有能だった。今季は完全に長崎のためのシーズンみたいな感じだったな。さあ、長崎のバスケ好きだわ。ベルカ優勝おめでとう。最後の抱き合ってる姿を見て涙出てきちゃったよ。長崎おめでとう。なんかキングスいつも優勝見届けしてるやん。頼むて。イヒョンジュンが普通にバケモンすぎたわら。今年も終わったな。全26チーム1年間お疲れ様。ファイティングと越谷 BP で待ってるぜ。またいつかこの26チームで優勝争いができたらな。選手やスタッフの皆様も1年間お疲れ様でした。長崎おめでとう。本当に見応えのあるシリーズだった。長崎ベルカ優勝おめでとう。絶対勝つと信じてた。長崎の皆さんおめでとう。B リーグって地方活性化に必要だね。本当にキングス、ベルカ最後まで楽しませてくれてありがとうと言いたい。朝知らず、お疲れ様でした。よく頑張ったよ。冷静になって考えると、5年連続ファイナルとかすごすぎる。CS すらいけないようなチームがほとんどなのに、CS どころかファイナル常連は偉業だよ。本当にこの10年間、常に B リーグの強豪として強くあり続けてくれてありがとうございました。戦うたびにヒリヒリしたし、10年間一緒にたくさん戦えてよかった。プレミアでもお互い頑張っていきましょう。ただの千葉ブースターですが、今から来シーズンも戦えるのを楽しみにしています。素晴らしいチームでした。マジで改めて今シーズンの長崎の外国籍は化け物すぎたな。イヒョンジュンもアジア枠で持ってきていいレベルの選手じゃないし、フリースロー決めすぎ笑い。この人たちは完全にお手上げだし強すぎた。来シーズンみんなどのチーム行くんだろう。今から楽しみすぎる。あとヘッドコーチのインタビュー、通訳に優しすぎるでしょ笑い。5年間見てきてよかった。マザータウン佐世保の地から始まった長崎ベルカ。わずか5年というけれど、この5年間は本当に濃ゆかった。
いろんな試行錯誤があった。今回の優勝は今までベルカに関わった全ての人のおかげ。そして何より選手たちの頑張り。長崎のためにプレーしてくれて本当にありがとう。一生推し続けます。馬場すげえや、本当に。長崎初優勝おめでと悔しいけど、長崎おめでとう。優勝にふさわしいチーム。馬場ファウルトラブルの時、ヒョンジュンの万能さがよく分かった。本当に何でもできるんですね。長崎に縁もゆかりもないけどめでたい。こうやって地方のチームが優勝できるリーグになっていってほしい。う。長崎優勝本当におめでとう。熊高の OF リバウンド2本はマジで声出た。イ・ヒョンジュンはマジでアジア枠最強の選手だったし、馬場雄大はベストディフェンダーすぎる。スタジョンはクーリーとカーク相手にインサイドで体張りすぎだし、あとブラントリー、お前はケツがでかすぎる。ケツ日本一はお前だ。 바바는 진짜 보석 같은 선수다. 나가사키 최고. 宝石のような馬場と宝石のようなヒョンジュン。日本にもヒョンジュンのような選手が欲しい。イ・ヒョンジュンはアジア最高のシューターだわ。 나가사키 우승 축하합니다. 그리고 류큐 선수들도 고생 많았습니다. 세계 모르테테 마스요 시대의 고생 오래됐요. 쇼마스르. 마노이게오 케니마시야 와타마 이쿠츠의 ことののが 마노이게오 Tエザマシタのコカルのものなの 마노이게오ケの生屈のこともしたののものださ 마노이게오ケの身のつかんなのださ目をくるゆせつそボーコマ肉ってのどうけにちみだざ 마노이게오ケの身のつのこともみののなのや合わせのつのなのの 마노이게오ケの身のつのことのしてのつのってなんで元と飲んだ向かったあたからのマノイゲオケの身のつのことのしてのことものなデュオケのぐでのマノイゲオケの身のつのこともしてのまりどにちめなんだまなマノイゲオケの身のつのこともしてのこともすもまでおけの最後の最後にシーズン中の長崎が戻ってきた。馬場おめでとう。毎年毎年、史上最高のファイナルを見せてくれるリーグが他にあるだろうか。馬場のディフェンス、リバウンド意識、豊富な運動量が本当に素晴らしかった。シュートの確率も良かったが、シュートはその日の良し悪しがどうしてもある。でも、ディフェンスとリバウンドは意識すれば大きな良し悪しはない。イ・ヒョンジュンの MVP に全く異論はないが、馬場の活躍も称賛してあげたい。1戦目から馬場の奮闘があったから、今日の結果だと思う。本当におめでとう。 바바 유다이 진짜 잘해줬네. 우승 정말 축하합니다. 岸本とローをしっかり抑えきった長崎が見事だった。大黒柱すぎてこの2人のどっちかが乗らないときつい。あとはババとスタジョンが3ファールで耐え切ったのが素晴らしかったな。長崎ベルカ優勝おめでとう。スカも最高のゲーム、シーズンでした。B リーグ参入からわずか5年で優勝したのは本当にすごい。このオフに大型補強したのが見事にはまったね。おめでとう、長崎。そしてこれでレギュラーシーズン最高勝率でもだんだんと優勝できることが証明されてきてるし、何よりやっぱり優勝未経験チームが優勝するのいいね。これで長崎は広島以来昇格勢チームとしては2年ぶりの優勝。そして何より B リーグになってから初参戦したチームの中では初のチャンピオンとなった。本当にこのシーズンの長崎はすごかった。こんなチームがもともと B さんにいたなんて。そして琉球もお疲れ様。確かに何度も悔しい思いはしてるけど、やっぱり5年連続ファイナル出てるのはすごい。お互い来季からサラリーキャップ制度あるから今のメンバーを維持するのは難しいと思うけど、それでも来季もまた2チームとも優勝争いできるロスターを維持できるかが鍵となるね。マジで2先なのもったいなすぎる。2戦目から長崎の DF エグすぎで見てても絶望してたわ。5年連続出てくれてありがとう琉球。長崎は優勝おめでとう。来季から参戦なので楽しみですね。ホーム開催だから中立地のちょい変わった雰囲気が見れないのは寂しいかもっすね。どっちかのホーム開催ってこと？そうです。長崎おめでとう。個人的に琉球に流れが行きそうな時に OF リバウンド取った熊谷この試合の MVP。要するに秋田ノーザンハピネッツを出る喜び。秋田にいる時も熊谷は良かっただろうが、熊子を最近知ったの。大学の時とかかなりヤバかったけど。長崎ベルカ初優勝おめでとう。熱い決勝戦だった。イ・ヒョンジュンヤバすぎる。最後 FT 落としちゃったけど、それでもさすがアジアナンバーワンシューター。スタジョンは今日は得点は伸びなかったけど、シーズン通してチームを引っ張ってくれた。長崎ベルカ最高。彼らはやってくれると思ったんだよ。ずっと応援しててよかった。 B リーグ開幕から支えてくれた平秀剛レフェリーありがとう。ナイスコメあっか。
ローテーションほぼ7人で琉球倒すとか強すぎやろ。ベルカわらをおめでとう。本当にナイスゲームで3試合とも面白すぎた。ジェッツファンとしては B リーグ来てからずっとファイナルに出ているローが優勝する姿を見たかったな。長崎は本当におめでとうございます。ジャパネット優勝セールお願いします。ハスヤス。琉球は負けてしまったけど、開幕からシーズン途中までは今年はプレーオフすら厳しいと何度も言われていた中で、そこからファイナルまで駆け上がった姿は本当に誇らしかった。そして5年連続ファイナル進出という偉業は簡単に成し遂げられるものじゃないし、これから先も同じ記録を作れるチームはなかなか現れないかもしれない。B リーグで築いてきた歴史と積み重ねてきた経験は、プレミアでも必ずチームの力になると思うから、この悔しさも含めてプレミアでと琉球を応援したい。B リーグ発足後に誕生したクラブの初優勝、しかも地区優勝も含めた完全優勝。クラブ創設からわずか5年で E さんから B1 頂点まで上り詰めるなど歴史的偉業を成し遂げた長崎ベルカ。長崎ベルカ、優勝おめでとう。お前らは最高だ。おめでとう長崎。来季はチャンピオンとしての年。しかし長崎の強さは攻撃力なら大丈夫だと信じて応援してます。本当におめでとうセクセクセクセ。長崎おめでとう。面白かった。1時46分、小野寺キャプテンの吸い込まれていく 3P、 最高です。文字通り死闘だった。琉球のリバウンドはやはり全チームの脅威だな。それでも長崎は走ってのメンタルで勝てた。本当におめでとう。たとえ今日敗れても B リーグ歴代最強チームは今年のベルカだと思っていたから、強いチームが優勝できてよかった。現地観戦しました。バスケがさらに好きになりました。あと熊高も好きになりました。あと札原も好きになりました。現場からは以上です。長崎おめでとう。間違いなく新たな時代を築いたわ。熊高のリバウンドめっちゃ効いてた。結果的に取れなくても PG からするともらうとこからチェックされてると速攻出しづらいのよね。おめでとうキラスロ。現地で見たけど、カークもクーリーもエルボーですらメントレズ 3P ラインでやっとボールを触れるくらいのえげつないベルカの DF だった。長崎ベルカ、おめでとうございます。選手皆さんの活躍ぶり、特にイ・ヒョンジュン選手と馬場選手には熱くさせてもらいました。フロップがエフォートを超える日は絶対に来ない。やっぱりブラントリーと山口星川の成長は大きい退場者出てもこの3人で埋めれる。おめでとうベルカ。감사합니다。長崎おめでとう。狩俣ありがとう。今シーズン群を抜いての優勝。NBA WCF で影に隠れたが、これはもしや B リーグ初の王朝時代到来かもしれない。この日本一は通過点に過ぎないと思う。この後は EASL、果てにプレミアの頂点。来シーズンも島から出て必ずマニに行く。長崎ベルカにバスケに興味を持つことができてよかった。優勝ってこんなに気持ちいいんだ。今年は最初から長崎の年だったしな。長崎は最後まで強かった3戦目。熊谷良かったよ。ヒョンジン選手、いつか NBA でプレーする姿見たい。長崎優勝おめでとうございます。選手が。俺はレバンガ北海道のブースターだけど、長崎ベルカ素晴らしかった。レイアップシュートもディープスリーも俺はできないけど、見てると楽しい。長崎ベルカ、琉球ゴールデンキングス、どちらも強い。そしてキングスブースターの応援の熱量は B リーグトップクラス。高い。ジェッツはここ数年横割りの舞台手前までのフライトですが、琉球ブースターさんのゴールエンドでガスタボールが見れた時、嬉しかったです。2時45分、ジョンソンって中に入ってもキックアウトあまりしないイメージだったから、この大事なシーンで自分がやるって感じじゃなくて馬場に出したのは勝手ながら嬉しかった。優勝おめでとう。長崎ベルカに出会えてよかった。ここはまだ通過点。次はプレミアの頂点行こう。5年連続ファイナル進出の琉球も創設5年で優勝した長崎もどっちも立派だよ。楽しかった。長崎、この優勝という貴重な財産をカルチャーとして昇華させるんだぞ。パパちんちゃんも知った。カカカカク。長崎強かった。おめでとう。キングスは3年連続の準優勝でどこのチームよりも絶対悔しいと思う。けど CS も危ういと思われたあのチームがここまで来た。胸張って帰ってくれ。いや、琉球の偉業は普通にめちゃすごいことよ。なのに悲観する連中いてもったいない。もうファイナル行くのが当たり前だと思ってるキングスブースターは多いと思う。だからこそ悲観してしまうんだろうな。5連続出場で優勝1回のみだし。現地観戦でした。両チーム素晴らしいゲームをありがとう。ヒョンジュンは規格外だ、サナマ。ビッグロー選手は4年連続ファイナル進出は優勝よりすごいと思うし、価値があると思う。他ブースターだけど、めちゃめちゃのめり込んで見てました。
RS で無双したチームが簡単には優勝できないことを身に染みて知っているからこそ、優勝しきった長崎を尊敬するし、チャンピオンにふさわしいと思う。そして何より琉球も5年連続ファイナルは琉球だからこその偉業だよね。CS が危ぶまれた状況からのファイナル進出、本当に尊敬しかない。B リーグラストイヤーのファイナルにふさわしい2チームだったと思います。長崎ベルカ、おめでとう。ナイスゲームでした。ヒョンジュンが4球にフリースローを打つときは画面の前で MVP コールしました。どこで放送してんのかと思ったら J スポーツだったので、どちらかのチームおめでとうございました。이혼중 때문에 보게 되었는데 바바 유다이는 슬램덩크의 윤대엽 같은 느낌이다. 팀이 흔들리는 순간 정신적 기둥같이 해주었다. ユンデヒョクオルスレムドンク仙道アキラ。素晴らしい試合でした。どちらも DF が素晴らしくファイナルにふさわしい2チームだったと思います。勝った長崎も準優勝の琉球も胸を張ってほしいです。本当にお疲れ様でした。プレミアでも熱い試合をよろしくお願いします。キングスはこれまでの経験値生かされてる部分も大きいけど、その分逆にこれまでのファイナルの経験で嫌なイメージが植え付いてしまってる気がする。長崎の一人一人が気持ちがこもったプレーしてるのがすごく伝わったし感動した。ハサテヒ、本当に主役だった。琉球はマジでラスボスにふさわしい強さを見せてくれた。5年連続ファイナルとかヤバすぎ負けたけど B リーグに琉球ありと証明した。ハサテヒ、いいファイナルだった。熱い試合でした。おめでとうベルカ。馬場雄大に感動、イヒョンジュンに乾杯。 금화가야 코어크にも感動。115、204。今、日本人選手で一番勢いがあるのは馬場だな。馬場と八村の奥田コンビで日本代表を盛り上げてほしい。代表では何もできないのが現実。ローを丸裸にした男やからアジアは鉄壁さ。馬場が何もしてないわ。多分中国戦の時に失明してた証拠。赤水座の何もしてないわ。多分中国戦の時に失明してた証拠。赤水座のコネコネせんかったらいい話。3? まさしく韓国の至宝。彼のプレーは素晴らしい。5年連続ファイナルすごいけど、毎回決勝で負けるからブースターはしんどいやろな。ハーサタリナ。馬場がローにつけることでスタジョンを岸本につけれるの普通に反則だろ W。さすがに琉球はシルバーコレクターすぎて呂布カルマかと思った。長崎はマジでおめでとう。最強でした。長崎ウスンチンシムロチュカーミだ。イルボンナンバーワン。長崎さんおめでとう。ゲーム2の流れをそのまま持ち込んだベルカの首脳陣と選手はさすが。そして今日は修正として琉球に賛否を打たせなかった。個人的には特にゲーム2の最後まで殴り合いのような試合はたまらなかったな。長崎を70点前後に抑える琉球の防御力が高すぎる。さらにそれを超えていく長崎。역시 이현중 최고셔나です. 보통 같은 자국민 선수에게 눈이 갈 수밖에 없는데 이현중이야 당연히 잘하고 바바에게 눈이 가네. 현 시점 아시아 스몰 포워드 중에 제일 좋은 집중력과 에너지를 갖고 있는 듯? 리그 수준도 높아 보이고 경기장도 좋고 좋은 기량을 가진 한국 선수들은 일본 무대 진출을 목표로 해봐도 좋을 듯. 나가사키는 우승 축하합니다. 이런 지방팀들이 우승하는 걸 보는 것도 또 매력이죠. 이희원준って体力無限なの? NBA 基準で体力作りしてるのかもね。試合時間48分、82試合。アメリカの国内移動。うまくにウェイ契約取れたとしたら河村みたいに1日で両方の試合に招集されたりもするし。精密機械なので級ごとにちゃんとバッテリー入れ替えてる。ジャパネットがいっぱい在庫持ってる。長崎の選手全員がモーディにしごかれまくってて体力お化けなんだよな。 내가 이현준 때문에 나가사키 경기를 보고 있네. 나가사키 우승 축하. 나가사키 장단 첫 우승을 축하합니다. 바바 유다이 사코토 때 활약 없었으면 진짜 아찔했다. 심장 돌려 뒤지는 줄. 바바이즈 레전드 from 코리아. 4쿼터는 위험했다. 류큐가 5점 차이로 따라잡았을 때 이현중 소속팀 이라나가사키 응원했는데 우승해서 다행바바 유다이 잘하네. 岸本くんは大好きな選手ですが、ファイナルで力を出せないとなると波の選手。プレミア頑張ってね。 B リーグ制覇 RTA カンスト長崎ベルカ。長崎おめでと個人的には熊谷が良い動きしてた昨時。う。琉球はこれからも負けても這い上がるチーム。どんな相手だろうが上昇になるチーム。それがよそのチームより強い極みを持つチーム。優勝おめでとうございます。設立からの最短優勝すごいです。キングス側なので正直悔しいですが、狩俣選手の花道飾れて嬉しくもあります。来季もいいゲーム見たいですね。
どっちも好きなチームだったんだけど、長崎の選手に対して中指立ててる琉球ブースター見て、マジで長崎勝てって思った。1年も欠かさず CS に出場し、8大会連続 SF、5年連続のファイナルという他の追随を許さずにとどまることなく、リーグ優勝、天皇杯優勝、西地区6連覇という圧倒的強豪チームになった琉球。どこのチームもそんなことは不可能。間違いなく B リーグ史上最強クラブだと思う。何より沖縄をもっと元気にを実現してる。そんな素敵なプロスポーツチーム。ありがとうキングス。それでもリーグ史上最強クラブという立ち位置にいることに変わりはない。マジでそばから見ればえぐいことしてるんだよな。けどなかなか優勝できないってのもどこかいい味出してるじゃないけど、なんというか人生の教訓というか。ですね。人生の教訓まで教えてくれるチームですね。まさに最後の B1 王者を決める戦いにふさわしい素晴らしい勝負だし、前半キングスふねりの 3P をたった1本に抑え、試合通してミスターキングスに 3P1 本も許さなかった。熊谷が要所でオフェンスリバウンドを奪ってポゼッション増やしたのも地味に効いたと思うし、キングスもリバウンドはもちろん得意のインサイドアタックで3球追い上げたし、よく頑張ったと思う。長崎ベルカに関わる皆さん優勝おめでとう。 그부고보다 두 배는 수준 높은데. 日本バスケの最高峰の決勝で、どちらのチームにも日本人のセンターやフォワードがほぼいないに等しいのは、未来の日本代表はどうなるのかと心配するのは私だけかな。サラザレかな。ジャパネット高田パワーすげえ。I have respect for both teams. Baba, why don't you come to the NBA? ジョンソンが起点を作ったり、熊谷がリバウンド取りまくったり、ヒョンジュンがインサイドを支配するポジションレスすぎて、琉球ほどの経験豊富なチームでも対応のしようがない。アティル・ミッチェルがアシスト6でトップなんだよな。1時42分、カークの 3？ アルバルク東京時代は結構打ってたよ。確率もそんなに悪くなかった印象。結構外からも打ってて器用なイメージだったけど、キングス来てから3打つ方が珍しくなったな。指示なのか。熊高が影の MVP。長崎さん本当におめでとうございます。リーグ屈指のスター選手たちがリーグで一番ハードワークするそのスタイルが大好きでした。やはりこのスタイルに大きく寄与した馬場選手は今年ナンバー1の日本人選手だと感じました。B リーグの最後を飾るにふさわしい素晴らしいゲームでした。負けるとしたらどんくらい負けるかの想定よりは負けてないけど、いやーきつい、まさに封じられまくり。なんかすごいもん見せてもらったわ。オケさん、悔しさを日本代表の試合でぶつけてくださいな。キングスは強かったし、現地のブースターの熱量はどのチームよりも熱いけど、審判に対してライン超えてるやつはただの害悪だぞ。平捨さんはわからないけど、ほぼ全ての審判は全力だし、批判するなら B リーグのシステムを批判するべきあのスピードの試合を完璧に裁ける審判は世界中どこにもいないぞ。琉球ブースターです。長崎強かったノートですザラ。琉球は流れに乗れなかったな。審判がとかファールがとかはさておき、まずシュートが入ってないんだよな。また次。最近のブリーグおもろすぎるんですが、箱押しじゃダメでしょうかね。いいと思うよ。言えや。本当におめでとうウェス。ポジションレスって強いんやな。役割いろいろ熟る方がいいんだ。キングスもそれがしたかったんよ。カークやクーリーがガードしよったらそれこそ笑うってさままな。さすがに無理があるな、わら。現地観戦していました。馬場選手の活躍がすごかった。落ち着きとハッスルが同居していて、ここでこうしてくれたらというプレーを見せてくれました。さすがは海外挑戦もしたほどの選手。あとこれで国内の団体プロスポーツのリーグ戦でプロ野球一軍のある県と南関東、関西圏以外で日本一になったのは、ブレックス、鹿島アントラーズ、ジュビロ磐田、ゴールデンキングスに次いで5県目だと思う。地方のチームが日本一をつかむのが今はまだ難関な中で、日本が活気づくためには良い結果だったのかなとも思っています。決着。B1 最後の王者は長崎ベルカ。チーム創設5年目、B1 参入から3年目での栄冠。ここに至るまでも険しい道のりであったことは事実。狩俣選手の引退に花を添える形での優勝。涙が出た。悔しい準優勝となった琉球。ファイナル5年連続出場という快挙を成し遂げながらも、3年連続ゲーム3での敗戦。しかしながらも平日に関わらず団結の力を最後のブザーが鳴るまで出し続けた選手、スタッフブースターには目頭が熱くなった。様々な歓喜と感動があった今シーズンも閉幕。B リーグ10周年、激闘の数々をありがとう。
コンガルチュライション長崎ベルカ。総合的に見て、八村、河村除いたら馬場マジで日本人ナンバー1だろ。009あかん。ババブーンって言ってるの分かってるのにババでブーって聞こえてしゃあない。くそ、俺の耳が。すまん。馬場のダンクって言いそうになって馬場ブームに言い直したんだろうけど。気になるよね、わら。そうなんだよ、わら。 이번엔 바바가 한국에서 뛸 차례다. 잘하는 일본 선수들 한국에서 뛰어주면 좋겠다. ファールもらおうとくねくねしてた琉球の選手に笛を吹かなかったのは偉すぎたね。馬場は何回優勝するんだよ。馬場はローのフロッピングによく耐えた。長崎おめでとう。長崎の強度が最初から最後までずっと落ちなかったな。ミスマットが起こらないように徹底してるように見えた。優勝おめでとうございます。0、15、普段 B リーグ見ないものなのですが、ナヌエ B リーグはファイナル当日に数本の動画拡散しかしないのですが、SNS に消極的な理由が知りたい。そもそもバスケっていろんなシーンあってショート動画も撮りやすそうなのに力入れてないのもったいないよな。長崎、最後は正義が勝つことを証明してくれてありがとう。アンセク。来シーズンの審判課題が明確だな。馬場マジでレベル違うな、日本人で。こんだけファイナル行ってるのに全然優勝できないのなんで？長崎ベルカおめでとうございます。ローのフロッピングによく耐えたと思います。キングスもイ・ヒョンジュンのフロッピングとスタジョンの顔しばき、岸本とブラントリーの膝蹴り、岸本に耐えたよ、褒めて。琉球は笛頼りのシーンが多すぎるよ。長崎はそこに頼らずアグレッシブにプレーし続けた差がある。試合そのものは素晴らしかったけど、ブースターのモラルを問われるファイナルだった。試合中で熱くなってるのはわかるけど、故意でもなく手が当たったのをダグったとか狙ってるわけでもなく、足が接触したら蹴ったとか、RS でもよく見るけど、バイアスかけまくって相手チームにヘイト溜めながら試合を見るのの何が楽しいんだ。リーグ最高峰の場だからこそ、ブースターも質を問われていくべきだと思うわ。馬場選手、NBA ファイナルみたいに試合後に奥さんとコートでキスしてほしかった。ハサだ。シルバーコレクター。ザンが逆に唯一優勝させてしまったのがジェッツなのはとても悔しいな。その時千葉ジェッツにいたのが名実ともにシルバーコレクターの称号を手に入れたビッグロー。そう言われたくなかったから優勝してほしかったわ。けどそのシルバーコレクトも大変なんだからな。それだけ言っとく。シルバーの数すらキングスより少ないのに嘲笑して逆に恥ずかしくないん？ごめんね。まあそう言ってくる人は CS ファイナル行ったことないチームか、そもそも出たことないチームのファンだと思ってスルーしてる。おいおい、まずファイナル5年連続出場っていう土俵に立ってから発言してくれ。そうじゃないと何も響かん。ごめんね。羨ましくてしょうがないんだよな。君の推しチームもこうなれたらいいね。シルバーの数を羨ましがる人がいると思ってるのかな。普通に考えて敗退するにしても QF や SF で敗退するよりファイナルで敗退する方がはるかに価値ある敗退だと思うけど、違うの？実際キングスブースターはそんな半端な考え方してるから4回も準優勝になっちゃうんじゃね？純粋にわからないんだが、何が半端なの？君にとってはファイナルで敗退するのも QFSF で敗退するのも全く同じって考え。そう、なるほどね。ブースターがファイナルに価値を感じないとか舐めた考え方だから、ジェッツは近年ファイナルにすら進めないのかな。正論言われたらおもんない返ししかできないの。つまらないやつやな。他クラブバカにする前に自チームの応援頑張ってな。逆になんて返してほしかったんだよ、わら。ファイナルにすらって言ってるけど手ぶらで帰ってくるファイナルに何の意味があるんだ？準優勝って手ぶらなの？わら？まあそういう考えなら否定はしないけど、コカクラブバカにするならせめてそのクラブより良い成績残してからにしたら？そのバカにしてるチームよりも結果残せてない自チームについてはどう思う？だから最初に謝ったじゃん。クラブ会員入ってるのになんでホームで見れないんだ？なんだろう。昨シーズンの CS ファイナルが激闘すぎて、今シーズンの CS ファイナルがって感じになってしまった。もちろん琉球も長崎も素晴らしい試合だったことは間違いない。長崎の優勝 RTA を褒めるべき大会。昨シーズンに負けないぐらい激闘だったと思うぞ。終盤まさか薩原亮で点差を詰めるとは思わんかった。ここでチームや選手を下げるようなコメントしてるやつは滑ってるし KY なの気づいてくれ。本当ですよね。下げて何の意味があるのか。X と同じだと思っているんじゃないんですかね。ただの脳なし野郎だと思います。無視したらええよ。お前がしてるんだよ。恥ずかしいな。どの目線で言うてんねん。5年連続ファイナルだけど優勝1回だけか？あと負けてもニヤニヤしてたけど負け惜しみに思えてきちゃった。あと琉球ファンが一番エグくて笑う。いろんな動画に性格悪いひがみコメントし続けてますね。人生そんなに不幸なん？
キングス、ベルカ、どっちもお疲れ様おめでとうでいいやん。なぜわざわざ片方を下げるコメントをする？琉球ブースターの民度の低さが際立ったファイナルだったな。良いファイナルだった。けど、一つ琉球フロップ多すぎ笑いあれでのがの。具体的にどのシーン？それはずっと思う岸本ロークリーなまともなのカークだけ。そうでもしないと崩せそうになかったのが長崎の DF 力の証明。長崎ベルカおめでとう。次シーズンは宇都宮ブレックスが王者奪還します。 B リーグとか、富川へ渡辺がいる千葉が一強の金満リーグやろ。とか何も知らんで見なず嫌いしてたけど、たまたまファイナルやってるの知ってみたら、どっちも魅力的なチームで面白かったわ。せっかくサブスク契約したし、他の試合も見てみようかと思う。おすすめの試合あったらぜひ教えて。信じられるか？琉球開幕戦で2連敗アルマ電撃対談。そんな中ファイナル出場？いつか絶対報われる。対談はわかるが、開幕2連敗は関係あるか？正直やばいと思ったよ。後の川崎、仙台に負けての3連敗も、やっと外からポコポコ適当に3打って、あとよろしくバスケを見なくていいの？嬉しすぎるな。何言ってんの？琉球シルバーキングス解体おめでとう。度が過ぎる。CS 勝った時の琉球ブースター。CS は笛が重たいのがいい。フィジカルにプレーするチームが強い。フロッピングチームに未来はない。負けた後の琉球ブースター。笛が鳴らないのはおかしい。審判が悪い。キングス嫌いなんだ。クーリー。長崎は信じられないほどフィジカルにプレーすることを許されていた。同じようにフィジカルにプレーできていれば勝てた。長崎優勝おめでとう。長崎の優勝はおめでとうなんだけど、ブースターがいきり出すのが嫌なんだよね。まあ喜んでるのはいいのよ。けどリスペクトは忘れないでほしいところ。3年連続で負け続ける中でブースターとしての振る舞いも学べました。自分は笑琉空部には長崎の選手に中指立ててる人いたぞ。そいつは論外。そいつ以外にもたくさんおるやろ。シルバーコレクタ頼む、そういうコメントさしてくれ。揶揄してんなら消すことをおすすめする。ー、1位、2位って順位がつくのは B リーグでは2チームのみなんだ。シルバーコレクターは誇っていいと思ってるし、プライド持とシルバーコレクターにもなれないチームがほとんどなんだから胸張っていこう。いいこと言う。ファイナルにたどり着くことすらできないチームがたくさんいる中で5年連続は偉業なのです。ヒヤッフー。琉球の勝ちなんか望まない。ナイスベルカ。最初以外の言葉いらんな。スペスことだけは忘れないでほしい。喜ぶなとは言わないけど、せっかく長崎優勝したのに一部のファンのせいで印象が種なす。どちらもナイスゲームでした。優勝したんだから純粋に喜んどけよと思うわ。笑？本当にそうですよね。小優勝おめでとうございます。ロースコアすぎて見ててつまらん試合なんだろうな。強度が違うからね。RS ならお互い80点以上は平均取ってる。授賞式は本当に変えるべきだ。長すぎるしちょっと退屈だった。選手たちが喜びを分かち合う祝賀会というより、ほとんどの選手は主催者からの指示を待つ間、後ろでただ立っているだけだった。トロフィーを掲げた時でさえほとんどの熱気はすでに失われていた。結果として式典は活気がなく、盛り上がりに欠けるものになってしまった。観客やファンが終始静かだったこともマイナス要因で、祝賀ムードというよりただのいつもの勝利のように感じられた。受賞者インタビューの時のファンの声がトロフィー授与式よりも大きかったのも残念だった。現場は熱狂しすぎて退屈な時間なんてなかったな。脳内麻薬が出すぎてただけかもしれないが、W カズジレボクがコール言って陽気なからく、バスケの神様は見てるんだなって言ってた。島根ブースターいたけど、島根って毎年出雲大社に参拝してるよな。わざわざ参拝してるのに CS すら出れないってどんな悪いことしたんだ。岡田さん、神様がいたら毎シーズン一番過酷な日程を送ってる琉球が5回もファイナル出て1回しか優勝できないわけないた。来シーズンはファイナルでニック・ケイの嬉し涙が見たい島根スサノーマジック。どっちもレベル低すぎて見るに耐えなかった。サナはお遊びバスケやん。そうなんだね。これでお遊びならあなたは余裕でプロになれるんですね。すごい。じゃあ NBA だけ見てろ。俺に指図してんじゃねえよ53。NBA も見れないんでしょ。バスケ見るのやめたら？バッドジェフ、そんなのタダで見れるよ。シャナマット。こんなレスバ減ったクソなガキの相手しとったらあかんて。これはデカ釣り針ゆえ釣られる方が悪い。とってもいい試合だったのに、本当に実況解説の寄り具合が不愉快で仕方なかった。指示でも出てたのか？アットマーククラーケンタかちょっと日本語が理解できないけれど、
正直誰が聞いても琉球に寄りすぎじゃね？解説はまだしも実況は公平であるように努めろよと。バスライとか最後解説が白状してましたからね。最初の馬場の弾具、どう見ても3歩歩いてない？バスケのこと知らないけど、こういうもんなの？ボールを保持した瞬間は0歩。そこから 1.2 と数える0ステップが認められて、プロの審判でも見極めが難しくなった。長崎のブースターかなんか知らんけど、相手チームディスるのやめてほしい。長崎の印象悪くなるよ。知らんけどなら、長崎のブースターの証拠ないだろ。こういう動画に負け惜しみにならない。キモいコメント残すのはいい加減やめろ。他のブースターから見て、決めつけで長崎の印象悪くなると頭おかしいこと言う方が、琉球の印象悪くしてるぞ。この人はただ印象悪くするからやめてほしいって言ってるだけやん。どの辺見て負け惜しみに見えるの？実際琉球相手にリスペクトないコメントあるのは事実やん。負け惜しみにならないキモいコメントって書いてますけど、文字ちゃんと読めよ。ただ印象悪くするからやめてほしいって言ってるだけじゃ全然ないわ。そのつもりなら書き方を考えろよ。琉球を悪く言うコメントは長崎ブースターなーって決めつけてるコメントなんだよ。リスペクトにかけるコメントを注意するときに、長崎ブースターかもわからないのに、決めつけて印象悪くなるよってリスペクトにかけたものの言い方をするのが許されるわけないだろ。だからキモいし頭おかしいって言ってるんだよ。君も言葉遣い気づけなよ。言ってることは合ってるけど、言葉が汚ねえ。長崎だけがやってるみたいな印象操作は琉球ブースター以外が失笑するからやめといた方がいいですよ。琉球ブースターの方が民度断然ひどいと思うけど。一部の奴らのせいでこうなってるんだよな。勝手に全体巻き込むな。どう考えても数百倍琉球の方がひどい。まぐれだろう。長崎が勝つのは芋臭い。悔しいね。まぐれとかダサいこと言ってないで、素直におめでとうって言える大人になれるといいね。そこは素直に称えようよ。こういうコメントでブースターの格が下がる。爪噛みながら学校行くか、ファラハギシリしながら仕事行くか、わらわら。その名前でクソみたいなコメントするのやめてくれるかな。過密スケジュールでキングスは優勝させたくないのかな。ここのコメントしてる人はみんなバカが多いのかな。過密スケジュールで4年連続準優勝は素晴らしいと思います。長崎は EAC 天皇杯の試合出てないし、キングスは EAC 天皇杯レギュラーシーズンで82試合戦っている。長崎はシーズンと CS 合わせて67試合。その差は大きい。長崎は勝率1位。優勝して当たり前よ。キングスはハードスケジュールでよく頑張った。ダサすぎるコメント。長崎ベルカが歴史的快挙を成し遂げ、日本中が興奮。5年連続ファイナル進出の琉球ゴールデンキングスも意地を見せ、馬場雄大選手とイ・ヒョンジュン選手の異次元のプレーが多くの感動を呼びました。まさに B リーグの集大成、最後まで目の離せない熱い死闘に誰もが心を揺さぶられました。